皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート14です。見抜いた人がいた。ブルーノ・マルコットが信じた三浦陸。12歳の陸ちゃんと、運命の試し組。前回は、中学1年で始まったカナダ生活、ホームステイの苦労、そしてカナダのお母さんをはじめとする支えを見てきました。今回は、その支えの輪を、さらに本筋へ戻していきます。テーマは、ブルーノ・マルコットコーチです。陸流の物語を語るとき、2019年の試し組がよく注目されます。龍一、靴を履いてくれ。もちろん、あの瞬間は大きかった。ですが、本当にすごいのは、その一瞬だけではありません。ブルーのコーチは、三浦陸という選手をもっと前から知っていました。そして、木原龍一という選手の人柄まで深く理解していました。その上で、二人をただ組ませたのではなく、この組み合わせには何かあると見抜いていたんです。今回の見どころは、なぜブルーノが三浦陸を特別だと感じたのか、という点です。12歳の陸ちゃんに何を見たのか、なぜ木原選手と組ませる判断ができたのか、そして、最初の数分で、なぜあそこまで強い確信を持てたのか。ここを知ると、陸流誕生は偶然ではなく見抜かれた出会いだったことが見えてきます。それでは、美味しいお団子でも片手に6分間の物語、ゆったりとご覧ください。第1章。ブルーノは12歳の陸ちゃんを知っていた。ブルーノ・マルコットコーチが三浦陸選手と出会ったのは陸流結成よりずっと前のことでした。三浦選手が12歳の頃、日本で開かれたセミナーで、まだシングルスケーターだった陸ちゃんを指導していたんです。この話はとても大きいです。つまりブルーノコーチは2019年に初めて三浦陸を見て面白い選手だと思ったわけではない。小さな頃からその存在を知っていた。しかもその頃から彼女には非常に特別なものがあると感じていたといいます。選手にはそれぞれ独特の光り方があります。ジャンプがいい。スケーティングがいい。度胸がある。吸収力がある。ブルーのコーチは三浦陸の中にそういう一つではない何かを見ていたのでしょう。だからこそ、後にペアへ進んだ時も彼女を単なる新しい選手ではなく、時間をかけて見てきた存在として評価できたのだと思います。第2章、木原龍一という選手もブルーノは分かっていた。そして、ブルーノコーチが見ていたのは三浦選手だけではありませんでした。木原龍一選手についても、その経験や技術だけでなく、人柄の部分までよく理解していました。木原選手は、長い間、ペアという厳しい競技の中で苦労してきた選手です。怪我もあった。パートナー解消もあった。それでも、競技を続けてきた。ブルーのコーチは、その粘り強さや相手を支えようとする優しさまで見ていたのでしょう。ここが大事なんです。ペアは、ただ技術の足し算では成立しません。相手を信じられるか、支えられるか、苦しい時に壊れないか、そういう人としての相性まで見なければ本当に強いペアにはならない。ブルーのコーチはその部分まで含めて木原龍一という選手を見ていたのでしょう。第3章。2019年、ちょっと組んでみては偶然ではなかった。2019年のペア教室でブルーのコーチは木原龍一選手に三浦選手と滑るよう促しました。龍一、靴を履いて、氷に乗ってくれ。この場面は、陸流誕生の名場面としてよく語られます。ですが、ここで大事なのは、ブルーのコーチの判断が思いつきではなかったことです。三浦陸という選手を前から見てきた。木原龍一という選手の経験も人柄も知っていた。その上で、二人が組んだ時に何が生まれるかを短い時間でも想像できた。だからこそ、あの場で迷わず動けたのでしょう。
しかも、その時の木原選手は競技を続けるかどうかの瀬戸際でもありました。だから、あの一言は、ただの提案ではなかった。陸流誕生だけでなく、木原選手の競技人生そのものをもう一度動かす一言でもあったんです。第4章、投げた瞬間、うわ、すごいが生まれた。実際に2人が滑った時、ブルーのコーチは強い衝撃を受けたといいます。特に印象的だったのが、木原選手が三浦選手を空中へ投げ上げた、あの瞬間です。うわ、すごい。その感覚が全ての始まりでした。ここが本当に面白いところです。長く選手を見てきたコーチほど少し滑ればわかる。タイミング、空中での収まり方、投げた時の高さ、そして怖さの出方。そういう細かな感覚の中に、これは特別だ、が見える。ブルーのコーチは、その数分で、ただ相性がいいだけではない、何か大きな可能性まで感じ取っていたのでしょう。第5章、陸流誕生は、ひらめきではなく、確信だった。ここまでを振り返ると、陸流誕生は、ある日突然の奇跡だったわけではないとわかります。12歳の頃から見ていた、三浦璃来、人柄まで理解していた、木原龍一。そして、その2人が組んだ時に生まれる化学反応を、ブルーのコーチは見逃さなかった。もちろん、その後に積み重ねは必要でした。ですが、最初の出会いの時点で見抜いてくれる人がいた。しかも、その人が、これは特別だと確信してくれた。それは、世界一へ向かう上で、とても大きな支えだったはずです。今回は、ブルーノ・マルコットコーチが、なぜ三浦璃来を見抜き、なぜ木原龍一とつなげる判断ができたのかを見てきました。次回は、ブルーのコーチがその出会いを、世界仕様のペアへどう育てていったのか。カナダ拠点、スタッフ、そして陸流らしい武器を、ブルーノがどう形にしていったのかを見ていく、ブルーノ編、その2です。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の陸流ファンへ33言語の字幕付きでお届けしています。陸流ロスは、海外のファンも同じです。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。